はいよ、お願いします。19歳から今年50になったんで、30年とか31年とか、お肉のことは任せて。美味しくて、いつも来てます。いや、うまかった。これ1ポンドステーキ。子供からお年寄りの方に愛される店目指してますね。美味しかったです。ありがとうございます。川口でも根付いてきた。地道にやってきた。はい。これ出して。アイスコーヒーの友です。お店自体は何年目？お店は37年。はい。1988年からですね。須山さん自身も俺は30年ですね。19歳から今年50になったんで、30年とか31年とかいます。本当の一筋。そうです。お肉のことは任せて。はい。サーロインのトリミングっていうか、油がちょっと多かったら削ったりするけど、この中筋とこの中の筋を引いて。単品だと僕が中筋とかは引いてハンバーグに入れて、これねまかないよ、もったいないから、まあまかないでいろんな筋煮込みとか筋カレーとか何でもできるんで、これがさっき掃除した残りです。溶けるとドリップ出たりでうまみも出ちゃうんで、少し凍ってる状態に引いて、あんまり凍ってるとチョッパーって言うんだけど、引けないから、でっかい子見たことないでしょこれ。これでっかいの。これ見てみんなすごいびっくりするぐらいだから。これで10キロちょっとか。毎日毎日。
あ卵割ってんのこれがフライドガーリックを粉末にしたもの。これブラックペッパー。でこれ卵と醤油一緒になってます。これはかるこんなんでお店の成り立ちというのは、先代の社長が始めて先代の社長亡くなって今の社長最初2人でやったっていう今までその一番混んだ時って大体昼180分とか夜150とか昼の回転早いんで3回転ぐらいはするんで11時から2時までやって、今店舗も増えて従業員も増えましたけどね、川口でも根付いてきた地道にやってきたこれと商工会の食店部のナンバー。叩きのところね。この人の叩きすごい上手なんで空気抜くのうまいから早いし綺麗だしもうその子も十何年15年ぐらい、460g のハンバーグっていうのやってて、昼間限定10食ぐらいその上が 690g っていうハンバーグの B ランチ230の3倍だ、まあ 1.5 ポンドこれを成形して、これ690そうですね全然これはもう本当に食べる人決まってるんでその方専用。
時間半しかいない。まだ3枚引くで。酒すごく飲むので、またなんかさらに来ます。出たらまた追加で追加で。特選牛です。少し情報に戻した方が周りはね焼きやすいんだけど、この芯がやっぱりなかなかね焼けづらいからね、こっちはウェルダンとこう開いてちょっと薄くして火通したり、塩コショウ返します。はい。油跳ねるお酢があります。お手元の大きなナッツにご指名があるので、薄いんでロー、薄いんで切れメディアム、ベルデンです。それもかけちゃいますね。油の音の方収まりましたらお取りになってお召し上がりください。はい、いらっしゃいませ。よろしくお願いします。3人テーブル。3で。この列使っていいかな。あ、真ん中でもいい。ここ真ん中使おう。
4。よろしく。これの金ちゃんみたいな顔。お待たせしました。チキンソテーをお持ちしました。失礼します。油跳ねる大きさありますよ。3名なんですけど。じゃあ、サラさん。はい。ハンバーグトースト。牛肉 100% なんで。それはもう創業。あ、創業からもう。ハンバーグのコース。はいよ。白通ります。失礼します。油跳ねるお酢あります。お手元の大きなナプキンご信号のお願いします。ソースおかけしてよろしいですか？お願いします。油のトーン収まりましたのとありがとうございます。ですね。失礼します。油跳ねるお酢あります。お手元のナプキンでご指示の方からのお願いします。ハンバーグコース。いっぱいかけてください。かしこまりました。こっちも多めにかけますね。かしこまりました。追加でお待ちします。油のと収まりましたらとにかく召し上がりください。追加でお待ちします。ソースが全部同じ。そうです。これが売りっていうか、これを食べに来る人もオリジナルのソースで仙台さんからこうレシピがありますね。無添加で本当に玉ねぎと醤油と酢っていうシンプルなところでも勝負してますし、中毒性がある。またこれをかけて食べたいってなる。季節によって分量も細かく決まっていて、やっぱ玉ねぎ硬い時期もあれば柔らかい時期もあるので、1年間なるべく変わらないようにそれを調整しながら作ってます。ハンバーグが一番難しいかもしれないです。お肉の中とか一番見えないし、1個だと結構時間かかるんだけど、5個入ってればそれだけ蒸気も出るんで、蒸れが早くなって提供が早くなる。入ってる量で変わる。見極めるのにそうですね。帰った時の、油が出てきたりっていうので見分けつけて、だからそれはもう職人の技で。
美味しかったです。これ1ポンドステーキぴったりっす。俺プロなんで薄い感じのほら450とかは結構ね都内行ってもあると思うんだけど、すごい厚みも5センチぐらいはある、オッケー。来いよ。はい、13からもらいます。これじゃあミディアムとウェルダンね。はいよ、お願いします。大盛りについ松田さん油跳ねますのでお手元のナプキンでガードお願いいたします。少々おかけしましょう。はい。ご飯を持ってきますね。いつも来られるんですか？たまに今日皆さんステーキこちら1ポンドステーキ。国産和牛のヒレステーキいただいたんですけど、柔らかくて美味しくてめっちゃ満足しました。なかなか食べれないんでマリの贅沢。なんかこう振り回されてました。ございました。今コンセプトがね、夜結構一番出るの。和牛のヒレとあと和牛のロース、これ輸入、これ和牛。まあやっぱ和牛の方がちょっとでかい。ヒレで大体3キロないぐらい、輸入のさっきのヒレ。それが右と左で10キロだとしたら、だから希少部位っていうか。和ヒレ2でコースでウェルダンとミディアム。
確かに山下がおる。これはね、英語テンダーロイン、シャトーブリアン、真ん中、一番柔らかいところ、それはちょっと高いです。高いけどうまいです。さっぱりとした赤身で、柔らかくて、で、じゃあミニッツテンダーでしょ。ミニッツテンダー。それミニッツテンダー150かな。150。予約なしで完璧。ヒレはヒレなんだけど、まあ輸入と和牛との違い。すごい柔らかくてさっぱりとして美味しい。テンダーの英語のシャトー。美味しかったです。であれがいい時は言ってください。はい、お年を召すとね、油がね、ちょっともうダメになってきた。赤身がいいなと思って。ね、覚えておきます。お値段もなんかリーズナブル。そうそうそう。和牛ではないです。でもすぐすっぱりして美味しいでしょ。美味しかったのかなと思ったけど。硬いな、ありがとうございます。ありがとうございます。どこ座る？こっちがいい。こんばんは。ビールがバランスないと持っていかないらしい。あと予約が7時までに3組で、7時半ぐらいまでで普通の入店と予約があって、やっぱもう30年もいると古いお客さんが名前言ってどこの席用意できるとかそういう感じなんで。サービス。カットバーグ。これにちっちゃい。これそれでこぼしたら嫌なの。まだだ。これこぼしたら嫌なの。はい。それが3年目か。あと44で。
鉄板落ち着いたら開けてお召し上がりくださはい、こんにちは。来られるんですか？あ、たまに来てるよ。あ、そうなんです。美味しくて、いつも来てます。今日は何を作ってます今日はスペシャルディナーだ。いや、うまかった。まあ、牛肉はもちろん美味しいんだけど、チキンも美味しかった。うまく食べられました。あ、綺麗でした。ちょっともらってもらいました。ちょっともらいいかがでしたか？ね。綺麗でしたね。美味しかったね。美味しいです。はい、2名様です。ロースカットで2 OK です。それがロースサーロインを6分割ぐらいにしてシンクでくる。肉もちょっと寝かした方がやっぱうまいっすよね。締めたてっていうか、そういう時の方がちょっと繊維質っぽい全然変わってきちゃう。あれ、日本酒1個ちょうだい。
はい。暑さとの戦いっていうのは鉄板の前に手持っていけないんですよ、みんな慣れて強くするっていうか、最初こう手出して返せない、暑すぎちゃって、そこから訓練っていうか、あれなんですね。慣れてくると、返すのも早かったり動作も早くなるから熱くなくなってくるっていうか、結構この辺は値段的にもすごいおすすめで、もう本当にうまい。だからね、食べてもらいたいっていうのはよいしょ。すみません、前失礼します。山だ。
はいどうもありがとうございます。これが金額を入れると都内で言ったらもっと倍ぐらい。まあ取られると思いますね、和牛に関しては。ね、まあハンバーグも本当安いお店もあると思うんですけど、はいまあうちもこの値段でこのグラムでっていうのはなかなかないと思うんで、すごい一回来ると楽しめると思います。はい。こういうところのキッチン系のこういうところは全部捨てます。もちろんね、それは鉄板もこすって洗浄機かけるんで、鉄板もすごい綺麗ですよ。これ今日使う洗い上げたんです。子供からお年寄りの方に愛される店を目指してますね。こう37やってると小さかったお子さんがね、高校生になってやるじゃんでバイトしたり、まあお子さんものメニューもやってるんで、まあ幅広い範囲で。楽しめる店っていうのね、ファミレスだとね出して終わりになっちゃうけど、その会話の中でもう一回来たいなって思ってもらえるようなそういう指導をしてるんで、この人一応ホールに関してはもうやっぱ俺とか彼よりもすごいんで、スタッフ気さくな感じが多分多いと思う。そうしないとねなかなかこんなちっちゃい店がみんな来てもらいたいって思われないと思う。やっぱ会話ってすごい大事だな。そういうのも大事にしてる。チャーシューチャーハンですね。全部で何種類ぐらいあるんですか？今60度ぐらい。熱いんで気をつけてください。はい。どこ食べても具がある。米よりチャーシューが多いんじゃないかぐらいな。完全に好みの味がリピート間違いなし。明日の活力になるご飯を作りたかったんですよ。バッと食べてよっしゃまだ働くわっていうような、そういう食事を作りたくて。2粒ぐらい。はい。入れてみます。お願いします。1日で1升5合を多くて4回転なんで6升7升ぐらいは炊きます。3回。
めんなさいね。おはようございます。ここにかかってあるやつがある。唐揚げを揚げた油って血油が染み出してるじゃないですか、はいそれでうちサラダ油じゃなくて米油を使ってるんですけど、はいここにもう一個うまみを添加して、それが血油、その油でチャーハンを作って、油をずっとここでぐる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 新しいやつに循環していく。油も新しいし、チャーハンの炒め油は美味しいしっていうような。肉とろも用のホルモンを仕込むんですけど、何日かに1回だけ仕込むつもりだったんですけど、ほぼ毎日販売するんで毎日仕込むようになりました。こんな忙しくなるはずじゃなかった。でも大体1日どれぐらい作るんですかね。お昼だけだと60人前後、夜まで入れても100人入るかなぐらいですね。急にですか。じわじわ口コミありがたいことに豚のボイルもつを使ってるんですけど、ボイルもつは臭みが出るんで油を切って臭みを取って味噌だれで甜麺醤だとオイスターソースがベストなんですね。ありがたいことに全部で何種類ぐらいあるんですか。今60度ぐらいです。半分ぐらいはでもお客様のリクエストですね。とりあえず全部やってみようかなと思って。そうだんだん増えてくるんです。チャーハンのメニュー自体は最初2、3種類ぐらいしかなかったんですよね。生姜焼き人気なんですけど、ライスの上に生姜焼きがもう最初から乗っかってるっていうメニューなんですよ。それはこの辺やっぱりオフィス街なんで、さっと来てさっと食べてさっと帰るって方がすごく多かったんですよ。別々に盛らなくていいなと思ったんですよ。何の気なしにそれをチャーハンに乗せたのが始まりでした。今じゃ人気メニューですね。何年オープンでしたか。ここ今年の3月です。僕もともと地元が宇都宮なんですけど、20代ほとんど宇都宮にいなくて、天ぷら屋さんに修行出させていただいて、でこっちに帰ってきた時に街の中が思ったよりも変わってて、もっと元気のあるお店出せそうだなと思ったんですよね。自分がこうあっちこっちで勉強したものをこの辺でやっても良さそうだなと思って。でかいスーパーの左からこれがあるからそのまま。本当はね、ここ外すんですよ、こうやって。それ焼肉屋さん的にってこそう、とですか。焼肉屋さん的に。でもそれって牛タンとして食べるからであって、うちはチャーハンと一緒に食べるから、あんまその辺気にしないよなと思ったんですよね。だから試しにそのまま切って食べてみたら、まあ、そんな変わらないんですよ。じゃあつけたまんまでいいじゃん。つけたまんまで枚数が増えて価格も下げれるんだったら、その方がいいじゃん。もったいないなと思ったんですよね。
たせしました。簡単のお席お送りください。お願いします。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。お待たせいたしました。はい、いらっしゃいませ。お顔についてお願いします。ラップしてて火冷めちゃう。はい。俺が一番びっくりした。大判ホルモンチャーハンですね。ごゆっくりどうぞ。美味しかったです。はい。ホルモンだったんで噛めば噛むほど肉の旨味がぐわってくるようなで、チャーハンが意外にさっぱりめなチャーハンで、チャーハンは軽くいける感じなんですけど、お肉のねちょっとボリュームと味がガツンとくるんでちょうどよかったです。量って大丈夫でした？ギリギリもうパンパンですね。多分ちょっと大盛りは挑戦できないかな。波でちょうどよかったです。はい。手袋しなくなってからやけどでどんどん。こちら唐揚げになります。失礼しました。ごゆっくりどうぞ。これビーコンチャーハンの大丈夫ですね。はい。あれ、おついのみきや。はい。ごゆっくりどうぞ。薄切りチャーシューが大です。大ここ置いときます。ありがとう。ありがとう。ごゆっくりどうぞ。薄切りチャーシューのご飯お盛りでございます。ゆっくりどうぞ。さあ、
ごゆっくりどうぞ。美味しかったですね。結構量多いですね。前から言ってて、ここのチャーハンが、パンチの効いたチャーハンの味とやっぱ量ですね。美味しくいただきました。ありがとうございます。倍玉っていうのは、卵の量が倍になるんです。倍々卵チャーハンだと、卵を6個か7個分ぐらい。倍々って言ってるんだから、それぐらい卵しないとダメだよね。はい、お願いします。どうもありがとうございました。気をつけてください。お待ちのお客様ご注文中です。17番で。はい、どうもありがとうございます。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 はい、どうもありがとうございます。気をつけてください。皆さんお待たせしました。バイタマのエビチャーハンです。バイ玉エビチャーハン、もう最高ですね。私完全に好みの味のリピート間違いなし。まあ、今牛ハラミですね。はい、熱いんで気をつけてください。はい、はい、カルミニコのチャーハンです。可愛いよね。はい。焦げがうますぎる。それで怒られちゃうから。それないと怒られちゃうからもう何もしなかった。趣味でやるぐらいの規制にしたかったところ。これは卵追加してる。そうですね。
シューチャーハンですね。ごゆっくりどうぞ。ガーリックホルモンチャーハン。どうぞ。いらっしゃいませ。のバイ玉ですね。ごゆっくりどうぞ。はい、はい、ゴールはいです。熱いんで気をつけてください。はい。はい。ごゆっくりどうぞ。いやー、美味しかったっす。だいぶお腹いっぱいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。気をつけて帰りなさい。僕、中華系のチャーハンの作り方じゃないんですよ。オイスターソースとかが入るんですけど、オイスターソース、卵相性がいいんで、甘みが立つんですよ、卵の。タイハウスなんですよ。パリ系のチャーハンの作り方なんですよ。タイ料理はね、調味料の種類がとにかく多いんですよね。酸味辛い、酸味のある辛さとか、そういう系の。普通のチャーハンに比べて調味料がたくさん入ってるんですよ。胡椒も入ってれば、塩とあれ割り塩なんですけど、普通の塩とうまみ調味料とか割って、で醤油もただの醤油だけじゃなくて、ナンプラーと、濃い口醤油と、あと紹興酒で割ってやる。ごゆっくりどうぞ。お疲れ様です。いらっしゃいませ。台だけ。ありがとうございます。牛タンと牛カルビの大ですね。ごゆっくりどうぞ。すごい量だなと思って。これが特盛りです。特盛り？特製だれとか、魚醤みたいなの入ってるんで、結構他よりは味濃いめな感じはするんですけど、ペッパーも効いてるんで、ただがっつり食べたい人にはすごいパンチがあるチャーハンなんで。特盛りってどれぐらいの量なんですか？まずご飯が450に卵とか具が450からさらに増えます。ご飯の量は大したことないですけど、ご飯と同じぐらい卵入るんで結局倍ぐらい。こだわりがあるんですか？卵が少ないのが嫌で、1人前大体この間測ったら 2.5 か3ぐらいでしたね。2、3玉分ぐらいは1人前。半熟じゃない完熟の状態で入れるんですよ、ご飯を。卵とお米を乳化させて、その乳化させた卵とご飯を和えるっていう作業なんですよね。そうすると仕上がりの卵の粒度と米粒の大きさが大体一緒ぐらいになるんですよ。口に入れた時に違和感がないっていう。
これ何ですか？大玉大判チャーシュー大玉。エビ山でお願いします。それだけ食だから。これがエビと生姜焼き。それがうまい。ケバさん、エビチャご飯のはいはい大変お待たせしました。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。そうだとなります。はい。でもはい。じゃがりマヨ生姜焼きチャーハンになります。ごゆっくりどうぞ。マルちゃん。チャーシューチャーハンと、そのチャーハン、ちょびっとだけ味付けをしないんですよ。胡椒とネギをパチッと使ってるんですけど、そこに醤油の辛さをちょびっとだけ、うちチャーシュー味付けないようにしようとわざと。他のチャーハンが重たいから、後から味を添加するようにしてます。なるほど。どこ作ってもチャーシューが入ってるっていう、米よりチャーシューが多いんじゃないかぐらいの。よくないですよ。これで完成です。はい、チャーシューチャーハンですね。卵の数エグ。マッキー、全部押し付けよう。めんどくさそうな星。明日だっけ？11とか。はい。場所も決まって。本日ご飯完売してしまってすいません。こちら次回ご利用ください。申し訳ございません。ご利用ください。申し訳ございません。ありがとうございます。この辺オフィス街なんですけど、明日の活力になるご飯を作りたかったんですよ。バッと食べてよっしゃ働くわまだ働くわっていうような、そういう食事を作りたくて、だからやっぱもう分かりやすく肉と飯に肉飯やっていう、もう分かりやすいじゃないですか。お肉とご飯を食べるんだっていう。そしたらいつの間にかチャーハン屋さんになりました。やっぱりその食い出があるチャーハン、そのどこ食べても具があるっていう、安いですよね。1週間にこう何回も何回も来られるお客さん多いんですよ、そういうお客さんが使いやすい方がいいなと思って、お客さんと一緒にこの辺で生きていくっていうのを大切にしていきたいなと思って。ありがとうございます。
売店です。いらっしゃいませ。失礼いたします。お待たせいたしました。マウンテンチキンカツカリ大盛りでございます。初めて来たんですね。店名が富士力食堂なんですけど、富士山っていうその山をイメージしたこう高く積み上げて。これ初めて食べられるんですか？いや、何回目か。じゃあ今日はこれ食べようと思って。はい、ボリューミーなところと味が美味しいので。美味しかった。辛かった。揚げ物は全部食べられました。なんとか半分ぐらいでちょっとやばかったんですけど。エビレタスチャーハンがありましたが、ちょっと今ないでね。失礼いたします。お待たせいたしました。はい。こちらエビワンタン麺ですね。熱かった。マウンテン。
たついでにお昼食べようかなと思って、いろいろ回ったんですけど、ちょっとインパクトあるんで。マウンテンってどれぐらい出るんですか1日です50食ぐらいじゃないですか。だいたいご飯が 250g ぐらいですね、並で。大盛りだと300g、だいたい7本分ぐらい飲むんですけどね。一番出てるのはやっぱりマウンテンチキンカツカレーだと思います。が一番出てます。お待たせいたしました。マウンテンチキンカツカレー大盛りでございます。何度か食べられてるんですか2回目、前回のこれ美味しいですよ。ボリュームもあるし、カレーもしっかりスパイシーで、ビジュアルもいいし味もいいですよ。お待たせいたしました。マウンテンチキンカツカレー辛さ増し大盛りでございます。客数で320、30人。どれぐらい肉って1日消費するんですか？キエスタは12キロとか14キロとかがもう1日でなくなっちゃいますね。お待たせいたしました。牛カルビ10時焼き定食セットでございます。
マウンテンチキンカツカリーでございます。タン餃子はこのお店で作ります。お肉とかキャベツとかニラとか全部調味料入れて混ぜた。これ大体 55g で入れて、かなりパンパンに入ってるんですね。はい。お待たせいたしました。大餃子3個入りでございます。ゆっくりお過ごしくださいませ。